皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップを目指していきましょう。この動画は足上げバリエーションシリーズ実践の4でやっていただいたメニューを技術的に解説していく解説編となっています。皆さんはダンス初心者の時に、そして今現在ステップに苦戦したことってありませんか？ダンス初心者へ教える時にかなりの確率で避けるものとして膝下を扱うものが挙げられます。膝下をうまく扱おうとしてもなんかダサいシルエットになってしまう。そしてリズムも気持ちよくない。無意識のうちにそう感じているはずなので、皆さんも練習する時に避けてしまったりとか、インストラクターの方であれば教えるのをちょっと控えてしまったりとか、そういうことあると思います。しかし意識する部位を変えるだけでかなり感覚が違ってきますし、シルエットも変わってきます。冷静に考えればわかるんですが、膝が曲がる方向って後ろだけです。ですので内股やガニ股を見せるためには股関節や骨盤を傾けていくということに意識を変えていけば必ず上達のヒントになっていくはずです。ですが、ただ部位の意識を変えるだけでは解決しないこともありますので、そのあたりのポイントやコツの方も詳しく解説していければいいなと思っています。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに実践編の方を5本お届けしていきます。各実践動画に対して体の使い方やコツの方を解説する解説編もセットで公開していきます。実践編プラス解説編で知識の方も技術の方もバランスよく向上していただきたい、そんなシリーズにしていきたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていただきたい内容です。関連動画は概要欄の方にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでぜひポチッとよろしくお願いいたします。個性的なダンサーっていうのは股関節や骨盤の使い方にかなり特徴があります。そのあたりにポイントが隠されていると知りながら見ていると理解しやすいと思います。それでは解説編の方スタートしていきます。5、6、7、レッツゴー。それではポジションや軌道のところを中心で解説するとともに、足を上げているところ、まずはここについてしっかりと解説をしていきたいと思います。その前に今回のこの足上げバリエーションシリーズでご紹介したいのは主に2つです。足を1本にして扱うもの、そして膝下を扱うもの。この主に2種類なんですが、膝下を扱うものの中でも膝が近い状態で扱っていくものと高い状態で扱っていくもの、この2つ使い分けていただきたいです。このシリーズ4本目になるんですけど、実践編の4では膝下を扱う技術にプラスして前乗りや横乗りを掛け合わせて練習していただいています。これ以前の動画でも説明しているんですが、膝が近いバージョンの場合はまずポジションとしてここ考えられますね。そしてここも考えられます。ここも考えられます。まずこの時のポジションの取り方なんですが、冷静に考えて膝は後ろにしか曲がることができません。このように膝下だけをこっちに曲げることっていうのはできないんですね、横方向は。で前も同じです。伸ばしてしまえばそのままこちらに曲げることもできません。ですから後ろのみということになります。じゃあなんで横に見えるのって言った時に、股関節をねじっているからなんですね。この股関節がねじられているんだっていう感覚をしっかりと理解することが非常に大事なポイントになっていきますので、開脚のストレッチだったりとか、そして股関節を回す、そういうストレッチ非常に大事にしていただきたいです。さあ今は膝が近いバージョンのご説明でしたけれども、膝を高くした場合、これ全然似て非なるものになるのでよく聞いてください。もちろん股関節をひねるのは大事なんですが、プラスして骨盤を傾けていく必要があります。そうすることによってより高い位置へ膝下を運ぶことができます。ただ今見ていただいて分かるようにずっとその位置でキープし続けるというのはバランス上難しいと思います。ですのでそこに行くために、そのポジションに行くためには腰のアップダウンをうまく使いながらスナップを効かせていきます。スナップを効かせていきます。これを入れることで股関節の限界値よりもさらに
上に行くことができますので、このタイミングを測るというのが今回の膝高いバージョンの膝下を扱う技術のポイントになっていくと思ってください。さあ他にもバックキック、これも感覚が少し変わってきます。膝下を扱っていきますので、こっちの方がいいか。膝下だけを見ていただくと、何て言うんですかね、4分の1の円を靴が描いているのが分かっていただけるかと思います。このような技術結構ダンスでは使うことが多くて、膝から下を円状で足踏みしていく。で怪我しない程度でいいので、音が鳴るようなイメージで最初ゆっくりやっていくといいと思います。後でいろんなステップに生きてきます。これは私のイメージで申し訳ないんですが、下からこうくぐらせるようなイメージにしていきます。私はスコップで土を掘るようにという言い方をするんですけれども、このような使い方できるようになると結構音を回すのに便利になっていきますので、是非感覚つかんでみてください。さあポジションの話なので、上半身はノリ何を使っていけばいいのというお話をさせてください。じゃあ膝近いバージョンからガニ股でやった場合、これをこっち側でノリを持っていくとどうしても足が突っ張っちゃうので、足を上げてる方と反対側に横乗り入れていくといいと思います。若干後ろ乗りが混ざっちゃってもいいと思いますけれども、自分の中でお好きなシルエットを探してみてください。ということは、内股の場合はこちらに反対に傾けていくというのがやりやすい動きになっていきます。結構運動量激しいです。バックキックでやる場合は前乗りを混ぜていきましょう。結構これ難しくて、足を上げた時に軌道で後ろ乗りを使っています。ですのでかなりしっかり膝を曲げとかないと前乗りにいけなかったりするので、この感覚、スコップを使っている感覚の別バージョンといいますかね、レベルアップバージョンといいますか、そういうのも練習していただく内容を実践でご紹介しています。さあどんどんいきましょう。膝が高いバージョンの場合、やっぱり同じ方向に傾けた方が楽です。内股の場合だとこっちですね。そしてここちょっと注意ポイントなんですが、私は内股が非常に硬くて苦手です。ですので正面を向いたままでやろうとするとこういうシルエットになってしまうので、内股が柔らかい方、そして膝下が柔らかい方と比べてユニゾンがどうしても揃わなくなっちゃうんですね。ですので軸足をちょっと外に向けて、そして斜め後ろに横乗りを入れることによって、この膝下を柔らかい人と合わせるように優先的にシルエットを変えるように心がけています。ただ軸足がずれてて怒られちゃうっていう場合もあるかもしれませんので、その場合はどうしても膝が低くなるのを許容していただくしかないんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんも自分の柔軟性に合わせてお好みのシルエットを作ってみてください。さあそれではコツの一つともなってくると思うんですが、軌道の話に移っていきましょう。先ほどもお伝えしましたが、膝が近いバージョンの場合は膝下が行っている方と反対側に横乗りを入れるんでしたね。ですので膝下と上半身の傾けをしっかりとこうシンクロさせるようなイメージにするとアクセントも取りやすいと思います。これがよく見られるケースとして、こういう風に横乗りをしちゃう人がいらっしゃるんですけど、そうするとアクセントどこで取っていいか分かんなくなっちゃうので、基準として目線が斜めになっていると横乗りは基準としていいんだっていう風に最初考えるといいと思います。このように横にしているタイミングでこことここを合わせるんだと、バンと、はい、バンと、最初はその方が分かりやすいと思います。じゃあ同じ感覚でこれもここかと、はい、ちょっと私は後ろ乗り混ぜないとアクセント取れないのでタイミングを合わせていって、これをツッダンツップンタイミングを合わせていきます。膝下もう一つありましたね、バックキックの方です。はい、これ結構抜けちゃう方多いので、しっかりと前乗りの形を覚えておいて、こういう風にならないように上半身を前後に振るということを意識しながらやってください。さあ最後に膝を高く上げたバージョンなんですけれども、先ほど伝えた通りスナップを効かせないとなかなか膝下は平行、地面と平行まで上がらないので、上半身もそれに合わせて少し振っていっちゃいましょう。こういうふうに横乗りこっちに行きたいんだったらちょっと反対に行ってあげて、これでアクセントを取っていく。ブン、そうですね。でこのように目線も変えてあげることで少し足タイミング合いやすくなると思いますので、腰痛めないように気をつけながらタイミングを
合わせていく、単発で練習していく、それが最初はおすすめです。内股も同じですね。内股もこっちにアクセントを取りたいのだから、少し体をこっちに反対側に傾けてから持ってってあげる、反対側に傾けてから持ってってあげる、こういう風にしてあげるとタイミングが合いやすくなると思います。でも最初から連続でっていうのは難しいと思いますので、やはり単発でしっかりとマスターしてからゆっくりしたカウントでやって、だんだんエンドカウントにやっていけばいいと思います。さあこのセクションでは主に足を上げるところのコツだったりやり方について説明してきました。この後の Tips コーナーでは上半身のもっと奥深い使い方だったり、軸足に対してのアプローチだったり、その辺を詳しく解説していきたいと思います。さあそれでは Tips コーナーに移っていきましょう。上半身だったり腕の使い方、まずはここから説明していきたいと思います。先ほどもお伝えしましたが、乗りって結構難しい技術みたいで、このように傾けるだけなんですけれども、意外と人間まっすぐ目線をキープしたいみたいで戻ってきちゃうのと同時にこういう風にやっちゃう人っていうのがよく見られます。ですので目線を傾けようと。そしてもう一つ大事だなと思うのは、乗りってその技術の特性上骨盤が傾く、骨盤が傾く、骨盤が傾くところがセットになっています。ですので上半身は骨盤から上なんだ、股関節から下が下半身なんだと考えるように意識を変換していくとやりやすくなると思いますので、ちょっと頭の片隅に入れといてください。では分かりやすくこのガニ股の膝上げでやるとしたら、まず横乗りを確認していきます。骨盤から骨盤が傾いた分だけ自分の芯があるようにしてあげれば、そこから足を股関節から下で上げていけばいいんだ、こんな風に考えるとポジションの確認がしやすいということですね。これが1つ目のコツになってきます。2つ目のコツなんですけれども、股関節をねじることが大事とお伝えしたじゃないですか。ですのでねじるっていうことはこのように回転がかかってるわけで、こうですね、こうかかってるわけで、体がブレやすくなってしまうわけですよね。ですので腕でしっかりとバランスを取っていく必要があります。こっちにねじられていって限界値っていうのがこの辺に来るわけですよね。そうすると反対側を見るとこういう回転がかかってるわけで、こっちに崩れやすくなるということになりますね。ですので腕を反対側に振ってってあげる、振ってってあげる。はい、こっちのねじりに対して反対の動きになってるの分かりますか。股関節がこっちにねじれているのに対して反対側に少しねじっていってあげると強い強度でアクセントを取ることができるようになりますので、肩もしくは肩甲骨からのブランコのようなイメージを使ってバランスを取ってあげる。そうすると意外とこっちの肩ってフリーにできますので、ここを少しアクセントで取ってみたりするのもありなんじゃないかと思います。対して内股の場合であれば、こっちに股関節が回転していますので向こうに逃げやすくなると。だったら腕を反対に振ればいいじゃないかと、はい、こういうイメージでバランスを取れるようにしていくといいと思います。結構腕振らないとバランス取れたりとかいいアクセント取れないので頑張ってみてください。さあそれでは軸足の使い方についてご説明していきたいと思います。股関節をかなりねじる関係で一番怖いのは膝が抜けていっちゃうことなんですよね。このねじりに対して膝がカクンカクンとなってはすごく怖いので、筋肉の使い方としては片足立ちになって少し膝を曲げた状態、これを何ていうんですかね、ベースのポジションとした方がいいと思います。かなり太ももに負担がかかっている状態ですね。こうすることによって膝のぐらつきがかなり収められるようになりますので、はい、かなり強い股関節のひねりを入れても軸足耐えることができます。でちょっと難しいんですが、太ももがもうすでに入っている状態でアクセントを入れていく。アップダウンでやると伸ばしてからダウンに行くんじゃなくて、曲げたところからさらにダウンに行く、ダウンに行く、こんなイメージでアクセントを取っていってあげると比較的上下の動きで済むようになります。なぜなら均等に上半身と上げ足が動いているので、意外と軸は真ん中でキープできていることになりますので、このアクセントを取れるのをタイミングをここと膝で合わせていくっていうのが大事になってくるんじゃないかと私は考えています。これは全部のところで同じですね。今は足高く上げましたけれども、膝下でも
同じですし、内股でも同じです。意外と上下ですよね。これが前側のガニや内で上げる時のコツなんですが、バックキックになるとまたちょっと変わるので、ここも説明させてください。先ほどスコップ状にアクセントを取れたら最高だというお話をしたんですけれども、膝を曲げすぎてしまうと足を上げて持っていく時にどうしてもつま先引っかかっちゃうんですよね。ですので足を入れるためには少し膝を伸ばしていく必要があります。ただ伸ばしすぎてしまうと逆関節入っちゃって痛めてしまうので、私の場合はですけど、膝を伸ばしきるんじゃなくて、ほんのちょっと曲げたところ、この辺でとどめるようにして足を入れ込んでいくっていうイメージをしています。意外とね、見た目はこのダサいんですけれども、使ってる技術っていうのもあるので、ぜひね、この感覚、足を入れ込んでいくっていう感覚はゲットしておいてほしいところです。さあ、最後の解説となりますが、今回はノリと掛け合わせましたが、一つ前の動画ではアップダウンと掛け合わせています。で、アップダウンは特性上、足をインだろうがアウトだろうがその場にとどまることが結構、やりやすいやり方というか、限界値というか、そういう感覚なんですけれども、ノリを使っていくことによってやりやすいなと感じる人もいるかもしれません。だけど簡単なゆえに足を一歩運ぶということもできちゃうわけで、ちょっと応用についてお知らせしていきたいと思います。実践編の方では4ステップ使っていただいて、まずガニ、内、ガニ、トン、これバージョン1。バージョン2では内から始めます。内、ガニ、内、トンと。ではバージョン1から足を運ぶという動きを確認していきますが、横乗りと足上げが入ってますよね。この時に足の方に対して、もしくは軸足の外ラインに対して少し強めにアクセントを取ってあげると一歩踏み出すことができます。このようにノリだったりとか股関節のツイストっていうのは体の誘導に使えるということです。で、その次に内股のラインを見せるためにしっかりと自分のオンバランス、ちょっとずれてますからオンバランスしっかりと見定めて、そこに対して内股を入れていく。最後にちょっとまたずれてますから体を直しながらガニ股を入れてアクセントを取っていく。これで4ステップの完成ですね。ズンツッタンツッタズンツッタン。それではバージョン2です。こんな使い方もできるよっていうことなんですが、踏み込んだ一歩目、裏で足を上げるときにこのように横乗り入りますね。そしたらこっち側をちょっと強く入れれば一歩踏み出せるわけです。で、この時に次ガニに上げたいんですけれども、股関節をすでにオープンしといてしまえば足を上げたら勝手に体が回り始めますので、これを利用しながらスナップを先ほどのように効かせていくと膝下が回っていくような動きを見せることもできます。腰をプリプリするとこのように回って見えるということですね。で、この最中にオフバランス、一歩踏み出す軌道を作ってあげれば、はい、かなりスムーズな体重移動、一歩が踏み出せるようになりますので、こんなのも利用してます。で、最後に内股ですね。はい、これでおしまいです。じゃあちょっと続けてやってみましょう。せーの、内側に内ポン、内側に内ポン。そしてもう一つだけ、足を前前後ろ後ろと運んでいただき、バックキックで進んだり戻ったりします。これに前乗りを掛け合わせていく。うまくスコップを使わないとなかなかできないと思います。このね、足を踏み込んだ時に止めてるように見えるかもしれないんですけども、足を次前に運ぶ関係で力は地面の下からこのように流れてってるようなイメージをすると、次の足も運びやすくなります。こういうふうに体を誘導させることにも使いやすくなるので、かなりね、ここのボディコントロール難しいですけども、例えばスティーブ・マーティンとかでもスコップ状に足を運ぶことによってノリが変わったりしますので、ぜひマスターしていただきたい技術です。さあ、かなり説明したいことが多かったので少し駆け足にはなってしまいましたが、ここの説明が足りなかったとか分からなかったっていうことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。追加で動画撮りますので。それでは Tips コーナーの方を終わりにしたいと思います。
皆さんお疲れ様でした。膝下を扱う技術とノリとの掛け合わせ、この辺りについて理解は深まりましたでしょうか。足上げの中でも今回紹介したのはかなり難しい技術だと思います。でも実際に利用するのはさらっと一瞬だけみたいな使い方をされることが多いと思いますので、ちょっとね見逃しがちになってしまうという傾向があるんだと感じます。使用頻度の高いもの、例えばアップダウンとかは積み重ねて練習していることが多いんだけど、こうした単発系で利用される難しい技術って積み重ねが甘くなる傾向があると思いますので、意識的に取り組んでいく必要があると思います。それでは簡単に復習していきましょう。膝下を扱う足上げを解説していきました。ノリとの掛け合わせは上体がねかなり振られるので、体幹を鍛えていく必要もあると思います。股関節や骨盤の使い方、これがマスターの秘訣です。ノリのアクセントと膝下のアクセントを合わせることでリズムがクリアに見えていきます。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに実践動画の方を5本にわたってお届けしていきます。各実践動画に対して体の使い方やコツの方を解説する解説編もセットでお届けしていきます。実践編プラス解説編で知識の方も技術の方もバランスよく向上していただきたい、そんなシリーズに仕上げたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていきましょう。ステップをマスターする秘訣として足の運び8方向、そして足上げ5方向、足のクロス4方向、これらのシリーズも皆様にとって必ずお役に立てることと思いますので、ぜひねお時間がある時に見てみてください。またクラブステップやチャールストンの応用編の動画も公開しています。もし皆様の方からこのステップを使って応用編を作ってほしいなどのご要望がありましたら、私たちにとってもすごく助かることなので、ぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまでポチッと押していただけたらとても嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。以前汗をかく部位には個人差があって、血流の良い場所に汗をかきやすいんだというようなお話をさせていただきました。じゃあ顔に汗をかかない人は血管が細かったり血流が良くないってことになるような何かデメリットってないのかなというふうに気になったので、少し追加で調べてみました。汗をかかない場所があるからといって特段デメリットになることっていうのはないとされているようです。もし汗をかかない場所があったとしても、他の場所で汗をかくようにして体温調節をしているみたいですね。そういえばっていうことで思い出したんですけれども、過去に私全然顔とかに汗かかないんです、その代わり足の甲だったりとか足の裏にめちゃめちゃ汗かいて靴下がびちょびちょになるんですっていう生徒がいました。その子は常に靴下を3足ぐらい替えをね持ち歩いていました。私たちって人間ですけど、自分たちの体に対して知らないことって本当に多いんだなと思って、改めてねいろいろ知っていきたいなっていうふうに感じました。もし何か人体に対して豆知識を持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄でシェアしていただけたら嬉しいです。興味津々です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。